まだ眠いわ。おはよう。ああ、王子様は遠くへ、他の星へ飛んで行っちゃったんだった。ぐずぐずするなよ。イライラしちゃうな。もう行くって決めたんならどうぞ。なんて意地張って喧嘩しなければよかった。でも大丈夫。私には8つのトゲがあるんだから。王子様のくれた冷たい水、朝の挨拶、面倒見てくれて本当はそれで十分だったのに。小さな王子様のおバカさん、どこかの星で困ってないかな。大切なものは見つけられたかな。小惑星325-326を通過。僕の星からずいぶん遠くまで旅してきちゃったな。小惑星329-330。よし、この星に降りてみよう。やっと来たか、家来。もっと近いよ。表を上げ。家来、僕だ。人は皆家来。さればわしは王様じゃ。これこれ、もっと近いよれ。表を上げ。はい。ああ、ずっと飛んできて疲れちゃったな。ああ。王様の前であくびは禁止じゃ。ごめんなさい。でもつい出ちゃってずっと寝てなかったんだよ。では明治、今すぐあくびをせよ。これは王様の命令じゃ。今度はあくびをしろって。出ないよ。ならば改めてある時はあくびをせ、またある時はあくびをするな。命令に背くなどあってはならぬ。よいか、わしは偉大な誇りに満ちた王様じゃ。下々の者は。王様、座ってもいいかな。座るように命じる。ありがとう。聞いてもいいですか？気を悪くしないでね。質問することを命じる。王様。陛下と呼ぶことを命じる。陛下は何の王様なんですか？すべてじゃ。すべて？ここもあの星たちもすべてに君臨しておる。全宇宙の王様なんですか？そしたら星はみんな王様の言うことを聞くってことですか？無論じゃ、たちまち命令に従う。わしは不規律は絶対に許さない。すごいや。そんな力があったなら僕の星で大好きな夕暮れをたくさん見れるだろうな。1日に44回、100回、いやいや200回だって見れる。でも僕の星はもう遠すぎて。そしたら発言を命じる。僕、夕暮れを眺めるのが大好きなんです。陛下、どうかお願いです。お日様に夕暮れろって命じてください。な、わしが将軍に花から花へ蝶々みたいに飛べであるとか、悲劇をかけるであるとか、海鳥になるとか命じたとしよう。将軍が命じられたことをできなかったら、将軍とこの王とどちらが間違っているかな。それは王様の方だね。下々の者にはできもしないことではなく、できることだけを命じなければならぬ。道理じゃ。その道理の上での絶対権力じゃ。わしの命令が道理にあったものであればこそ、わしは民に君臨し、
服従させる権利があるのじゃ。それで僕の夕暮れは？夕暮れは見せてやるぞ。命令すればたちまちじゃ。しかしな、頃合いが良くなるまで待つ。それがコツじゃ。いつまで？カレンダーによると、それはおよそ今夜7時40分頃じゃの。まあそのまま待ちなさい。さすればたちまちわしの命令通りになる。そりゃあ夕方になれば夕暮れるさ。なんだ、全宇宙の王様だって選ぶったってただ待ってるだけで言葉するじゃないか。ああ、僕もうすることないし旅を続けようと思います。いた。そうだ、そっちを偉くしてやろう。大臣じゃ。僕偉くなくていいし、僕もう行きます。ならぬ、わしはそのようなことを命じておらぬぞ。おい待て。陛下は大変立派な王様です。ずっと誇り高くいらっしゃってください。それにはどうでしょう。僕にできることを命令されては、例えばそちは1分以内に出発せよとか、今すぐこの星から立ち去れとか、ほら僕ならもう準備できてますから。待て。そちを星の他にも使わせる特別大使よ。この偉大なる王様の特使を命じる。2番目の星にはうぬぼれ屋が住んでいました。いやー、俺様ファンのご登場だ。こんにちは。変わった帽子ですね。いいえって褒めてくれよ。そしたらこの帽子でその疎遠に答えるのさ。でもここはどこそぎ通りゃしねえ。そうなの？ほら、君のこの右手と左手をパッと切ってこうやって叩いてごらん。これは面白い。ちょっとしつこいな。ねえ、この星のことについて教えてもらえます？君は俺様のことを心から推しているかい？押すって？この俺たちを見つめるってことさ。そしてこの星で俺様が一番美しくて一番賢くて一番金持ちだって認めることさ。この星にはあなただけなのに？いいねって褒めてくれよ。最高だねって幸せだねって。そのためだけに俺様が踊り続けるのさ。いいよ、押してあげるよ。でも他に誰もいない星でどうして人と比べなきゃいけないの？本当にそんなに大切なことなの？すっごくへんてこ。次の星には仕事人間が住んでいました。とても忙しそうです。3たす2で5、5たす7で12。こんにちは。あ、書類が落ちそうですよ。12たす5、3で15。よし、合計5億1622万731。5億って？5億1000万。なんだっけ。大事な仕事が山積みなんだ。また最初からだ。5億1000万って何が5億1000万なの？空に見える、ほら、小さなハエのこと？違う。キラキラ光る。あ、
ミツバチだ。違う。黄色の小さな怠け者たちがうっとりと、ね、眺めるやつだ。だが私にはうっとりしている暇はない。星のこごめんと。と？でも星が5億もあって、それをどうするの5億1622万731だ。私はきっちりしているんだ。で、星をどうするつもり？星には何もしない。何も？ただ星を所有するのだ。星を持ち物にするってこと？そうさ。星を持ち物にして何の役に立つの？金持ちになる役に立つ。金持ちになると何ができるの？金があれば新しい星を買ってまた所有できるじゃないか。でも星を所有するなんてどうやるの？では聞くが、あの星は一体誰のものだ？知らない。きっと誰のものでもないよ。ではあの星は私のものだ。私が所有することに決めた。それだけ？考えてみたまえ。もしも君がダイヤモンドを発掘したら、新しいアイデアを思いついたら君のものにするだろう。私が最初に星を所有すると決めた。だから星は私のものだ。面白い理屈だね。それでその後どうするの？管理するのさ。数えて記録してまた数え直す。これは難しい仕事だぞ。でも私ならできる。さ、僕がスカーフ1枚持ってたら顔に巻いて散歩に行けるよ。花が1輪僕のものなら積んで持っていける。でもあなたは星を積んだり持って行ったりできないよね。そうだ。しかし銀行に預けることができる。星の数を数えた紙を銀行に持って行き、貸金庫に入れてガチャンガチャン。それで十分だ。ちゃんとしている。星を貸金庫に預ける。美しいと言えなくもないか。いやいや、ちゃんとしてない。まともでもない。僕の星ではね、バラに毎日水をやった。火山も3つ毎週すすを払った。火が消えている火山だって忘れずに。そうやって大切にして少しはみんなの役に立ってたんだ。でもあなたが星を持っていてもちっとも星の役に立っていない。星の面倒も見ないし、星の気持ちも分かろうとしない。そんなこと意味がないよ。みんな本当にトンチンカン。でもそういう僕も僕のバラからずいぶん遠くまで来ちゃった。街灯が1本と明かりをつけるテントウムが1人の小さな星。彼は朝になったら街灯の明かりを消し、夜になったらつけていた。決まりだからだという。今じゃ星は1分に1回転。つけたり消したりつけたり消したり大忙し。王様とか他の星の人たちにはバカにされちゃうだろうな。でも真面目に街灯を守り続けるってのはちょっとしたものだ。だって自分のことでなく別の何かのためを思って一生懸命なんだから。あの人とは友達になりたかったな。そして夕暮れを一緒に眺めたかった。なんて言ったってあの星なら24時間で1440回も夕暮れを眺められるんだから素敵だな。
星が何十倍の大きな星で、物知りそうなおじいさんが大きな本を書いていました。おお、探検家のお出ましだね。これは探検家殿、君はどこから来たんだね。その本に何を書いているの？私は地理学者だ。地理学者って何する人？海、川、町や山や砂漠がどこにあってどんな風だかをよく知っている物知りのことだ。それは面白そう。やっと本物の仕事をする人に出会えた。この星はとってもいい星ですね。海もあるの？わからない。なら山は？それもわからない。じゃあ町とか川とか砂漠は？全然わからない。地理学者ですよね。物知りなんじゃないの？そうだ。だがこの星にはいないのだよ。町や川、山や海を探して回る探検家が。だからこの星の地理が全然わからない。それより君はえらく遠くから来たんだな。まさに探検家じゃないか。さあさあ、君の星の大事なことを私に教えてくれないか？そう。僕の星はあんまりとっても小さくて変わり映えしなくて、火山が3つあります。2つは火がついていて1つは消えてる。でも万が一があるかもしれないから。休んでいても火山は噴火のリスクがあるからね。それとバラを1輪持っています。我々は花なんぞは記録しない。どうして？花はとっても綺麗だよ。なぜって、花は儚いからさ。儚いってどういう意味？地理学はあらゆる学問の中で最も価値がある。決して古びないからな。山も海もずっとそこにある。永久不滅で変わらないものだけに価値があり、だからこそ地理の本に記録するんだ。しかし花はそのうち消えてなくなってしまうかもしれない。僕のバラがそのうちいなくなってしまうっていうの？無論さ、バラは儚く移ろうものだから価値がなく記録すべきものではないのさ。僕のバラは儚い。世界から身を守る術といったら4つのトゲだけ。そんなバラを一人ぼっちで僕の星に置いてきてしまった。僕だけが面倒を見てきたバラを今もバラは朝日に輝いているだろうか。でも僕の星はもう遠すぎる。これからどうすればいいんだ？地球という星を訪ねてみてはいかがかな。とても良い星だそうだ。そういうわけで王子様は地球にたどり着きました。でも誰もいないので星を間違えてしまったのかと不安になりました。星の輝きは僕の
星への帰り道を教えてくれてるのかな。僕の星がちょうど真上だ。でもとても遠いや。お前はここに何をしに来た？君はとっても変わった生き物だね。指みたいのごっそりして。俺は王の指よりも強いぞ。そんなに強いもんか。手も足もないし、どこに行きたくたって行けないじゃない。俺はどんな乗り物よりもお前をずーっと遠くに連れて行ける。僕の星はすごく遠いんだよ。なんと無邪気で、なんとか弱いお前。岩でカチカチのこんな星に一人ぼっち。しかしいつかお前が自分の星に帰ろうと心を決めたなら、なぞなぞみたい。でも分かったよ。始まりは終わり、終わりは始まりを呼ぶ。命の謎はみんな俺が解く。始まりは僕のバラとの喧嘩だった。僕は逃げ出して、でもたくさんの星を巡っていろんな人と出会って、そして思い知った。僕の星のバラは儚い。でも僕がバラと過ごした時間がかけがえのないたった一輪の大切な花にしたんだ。僕がそばにいてあげなくちゃ。バラに会いたい。終わりは始まり、そして始まりはきっと